皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい文法や単語も勉強しましょう。今日もよろしくお願いします。ヨッシーは日本料理で何が一番好きですか？僕は天ぷらが一番好きです。特にエビの天ぷらが好きですね。天ぷら美味しいですよね。私は魚が好きなので、一番好きな日本料理はやっぱりお寿司です。そうですか。僕も肉より魚が好きですね。今日のテーマは比較です。何かと何かを比べる時の日本語を勉強しましょう。比較するも比べるも同じ意味ですが、どちらを使った方がいいんでしょうか。基本的に漢語はフォーマルに聞こえますね。漢語は中国語がベースで音読みを使う漢字の言葉です。話し言葉の時は比較するより比べるの方がいいと思います。なるほど。例えば、膠着するよりつく、主張するより見る、持参するより持っていくなどですね。ちなみに、つく、見るなどの訓読みの言葉は日本オリジナルの言葉で和語と言います。そうですね。大学や会社でレポートを書くときは漢語の方がスマートに見えることもあります。よし、フリートークよりスキットの方に集中してください。スキットを読むのもだんだん慣れてきましたね。僕は留学生のジョセフさんですか？はい、私はユリアさんです。ユリアさんも留学生ですね。では、スキットに行きましょう。ジョセフさん、今時間がありますか？あ、ユリアさん。1時から授業ですが、今は大丈夫ですよ。どうしたんですか？来月、ガブリエルさんがフランスに帰りますから、その前に留学生のみんなで送別会をしたいんです。ジョセフさんは留学生で一番ガブリエルさんと仲がいいですから、いろいろ質問したくて。すみません。送別会は何ですか？さようならパーティーです。多分居酒屋ですると思います。ああ、わかりました。それでそのパーティーが何ですか？はい、焼き鳥屋と寿司バルとどちらがいいと思いますか？ガブリエルさんは魚より肉の方が好きですよ。確か牛肉が一番好きだと思います。焼き鳥じゃなくて焼肉の方がいいんじゃないですか？クマールさんとカイラさんがいますから、牛肉は食べることができません。そうですか。じゃあ焼き鳥ですね。僕は寿司も好きですが、寿司は焼き鳥より高いですから。そうですね。金曜日の夜がいいと思うんですが、どうですか？ガブリエルさんは金曜日はアルバイトをしていると思います。土曜日の方がいいですね。わかりました。それから何かプレゼントをしたいんですが、何を買えばいいと思いますか？買うより作る方がいいと思います。ガブリエルさんは漫画が好きですから、絵を描くのはどうですか？面白いですね。でも私、絵はちょっと。留学生の中でキムさんが一番絵が上手ですよね。僕も手伝うことができます。キムさんに聞いてみます。ありがとうございます。私は絵を描くより人をまとめる方が得意なので、みんなにメッセージを書くのを頼んでみます。ああ、もうすぐ授業ですね。僕は授業を受けるよりユリエさんと話す方がいいですけどね。じゃあプレゼントよろしくお願いします。任せてください。焼き鳥の予約はお願いします。はい、また LINE しますね。それじゃ。2人は送別会について話していましたね。比較の日本語がたくさんありました。そうですね。今日は文法をメインに勉強しましょう。スタラジ日本語レッスン。ジョセフさんは留学生でガブリエルさんと一番仲がいいとユリアさんが言っていました。仲がいいは友達や家族の関係がいいという意味ですね。ジョセフさんはガブリエルさんの一番の友達です。
留学生コミュニティの中で一番の友達という意味ですね。一番はナンバーワンですから、ここではベストという意味ですね。はい、一度スキットを聞いてください。ジョセフさんは留学生で一番ガブリエルさんと仲がいいですから、いろいろ質問したくて。留学生の中でキムさんが一番絵が上手ですよね。留学生で一番、留学生の中で一番、どちらも同じです。じゃあ静香さんは1年でいつが一番好きですか？私の好きな季節ですか？私は春と秋が好きです。よし、家族の中で誰が一番歌が上手ですか？母が一番歌が上手です。僕は歌よりギターの方が上手ですよ。何々より何々の方が、これもスキットでたくさん聞きましたね。ガブリエルさんは魚より肉の方が好きですよ。買うより作る方がいいと思います。名詞も動詞も使えるんですね。静香さんはコーヒーとお茶とどちらが好きですか？私はコーヒーの方が好きです。毎日コーヒーを飲んでいます。僕はお茶の方が好きですね。ああ、コーヒーよりお茶の方が好きと言った方がいいですか？いえ、ここでは何と何を比べているかもう分かっていますから、コーヒーよりと言わなくてもいいです。なるほど。どちらがいいか質問するときは何と言えばいいですか？スキットを聞いてみましょう。焼き鳥屋と寿司バルとどちらがいいと思いますか？ A と B とどちらが好きですか？どちらがいいですかと聞けばいいんですね。そうですね。もちろん好き、いい以外の質問もできますよ。例えば、ヨッシーはアメリカの映画と日本の映画とどちらをよく見ますか？僕はアメリカの映画をよく見ます。でも日本の映画も好きですよ。静香先生、どちらとどっちは同じですか？はい、どっちが好きという言い方でもいいですが、カジュアルになりますから時々注意が必要です。わかりました。最後に2つが同じくらい好きだったらどんな言い方をすればいいですか？どちらも好きです。どっちも好きですと言えばいいですね。どちらも嫌いという言い方もできます。例えば、ヨッシーはアメリカの映画も日本の映画もどちらも見ません。映画は好きじゃないですという感じです。なるほど。今日のレッスンはこれで全部ですね。いつもより短かったですね。いつもより短いレッスンでしたが、役に立つレッスンでしたね。では、もう一度スキットを聞いてみましょう。今回は少しゆっくりになります。今勉強した文法に気をつけて聞いてくださいね。ジョセフさん、今時間がありますか？ああ、ユリアさん。1時から授業ですが、今は大丈夫ですよ。どうしたんですか？来月ガブリエルさんがフランスに帰りますから、その前に留学生のみんなで送別会をしたいんです。ジョセフさんは留学生で一番ガブリエルさんと仲がいいですから、いろいろ質問したくて。すみません。送別会は何ですか？さようならパーティーです。多分居酒屋ですると思います。ああ、わかりました。それで、そのパーティーが何ですか？はい、焼き鳥屋と寿司バルとどちらがいいと思いますか？ガブリエルさんは魚より肉の方が好きですよ。確か牛肉が一番好きだと思います。焼き鳥じゃなくて焼肉の方がいいんじゃないですか？クマールさんとカイラさんがいますから、牛肉は食べることができません。そうですか。じゃあ焼き鳥ですね。僕は寿司も好きですが、寿司は焼き鳥より高いですから。そうですね。金曜日の夜がいいと思うんですが、どうですか？ガブリエルさんは金曜日はアルバイトをしていると思います。土曜日の方がいいですね。わかりました。それから何かプレゼントをしたいんですが、
何を買えばいいと思いますか？買うより作る方がいいと思います。ガブリエルさんは漫画が好きですから、絵を描くのはどうですか？面白いですね。でも私、絵はちょっと。留学生の中でキムさんが一番絵が上手ですよね。僕も手伝うことができます。キムさんに聞いてみます。ありがとうございます。私は絵を描くより人をまとめる方が得意なので、みんなにメッセージを書くのを頼んでみます。あ、もうすぐ授業ですね。僕は授業を受けるよりユリアさんと話す方がいいですけどね。えー、じゃあ、プレゼントよろしくお願いします。任せてください。焼き鳥の予約はお願いします。はい、また LINE しますね。それじゃあ。静香先生、日本語の勉強で何が一番難しいと思いますか？それは人によりますね。中国語がわかる学生は漢字の意味がわかるので、日本語の文を理解するのは簡単ですが、発音は中国語と違いますから難しいです。英語がわかる学生はカタカナの言葉は難しいと言います。そうですね。でもやっぱり勉強は続けることが一番難しいですね。そうだと思います。どんなことでも続けると上手になりますが、それが難しいです。皆さんもスタラジオを聞いて1日10分でも日本語の勉強を続けてみてください。私たちもスタラジオを続けます。一緒に頑張りましょ質問があればいつでもコメントしてくださいね。う。では、時間になりましたから今日はここまで。次のスタラジもお楽しみに。